お家の方が相手をしなくてもいい。目の悪いシニア犬でもできる。犬に自分で考えて動く時間を作れる。今日紹介するのはそんなアクティビティです。まず1つ目は転がすタイプのチーク玩具を使います。フードやおやつを中に詰められるいろいろな形をしたものがありますので検索してみてください。この嗅覚とマズルを使って転がすという動きは犬にとって自然な行動なんです。で、何か興味がある匂いがしたらそれを追って何だろうと考える。そして好ましい匂いなら口に入れるという一連の動きはですね、野生の動物なら日常的にしていることですけれども、人と暮らすペットにはなかなか機会がないんですよね。食事はほぼ自動的に出てくるので、能動的に何かを探すとか食べに行くという行動が欠けているんです。ですからこういう、玩具を利用して、自然に近い行動を真似させることは脳の活性化にぴったりなんです。全く初めての場合はドライなものを使うとポロンポロンと簡単に出てくるので、犬の自信ややる気を引き出しやすいです。慣れてきたら、ウェットフードとかもうちょっと時間がかかるものにしてあげると飽きずに楽しんでもらえます。スナッフルマットでもいいんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それでももちろんいいです。ただ転がすタイプの方が部屋の中を歩き回る、範囲が広がるので、運動量でいうと転がすタイプのものがいいです。はい、2つ目はタオルを使います。これもまた嗅覚とマズルを使うアクティビティです。おやつをところどころ入れて、くるくる巻いていきます。初めての場合は初めだけちょっとヒントをあげるとスムーズにいくかもしれません。ブレアのようにですね、すぐ力ずくで何とかしようとする、タイプのワンちゃんも、いるかと思うので、一つおやつを出してみせて、もっとあるかもしれないから探してみてっていう感じで、タオルが広がる方向に進んでいくように、促してあげてください。で、あとは自由にやらせます。大型犬や中型犬なら、タオルの代わりにヨガマットでもいいです。重さや感触が違ういろいろな素材のもので刺激を与えてあげましょう。3つ目は紙袋を使います。歯で物を裂くというのは犬の得意な行為で、性格にもよりますが、歯で布地を裂いたり紙をビリビリ破いたりするのが好きな子は多いです。紙袋の中におやつか好きなおもちゃなどを入れて、中に何が入っているのか興味を持たせて、どうするか見てみましょう。小型犬や噛む力の弱いシニア犬なら薄い紙袋を選んであげてください。逆に噛む力の強い子や大型犬ならしっかりした厚手のものが長持ちします。または包装紙に包んでさらに紐で結ぶのもいいです。紐に興味が出ることもあるし、そんなことはお構いなくビリビリいく子もいるし、どんな風に取り掛かるのか個性が出るところです。はい、いかがでしたでしょうか。3つとも単純なものではありましたけれども、それぞれマズルを使って自分で考えるということを、促すことができるアクティビティでした。シニア犬の筋肉の衰えが気になる方は、ですね、運動させようっていうことばかりにとらわれるのではなくて、犬に自分で考える、頭を使うっていうことをですね、促す機会を、できるだけ増やしてあげるということも、運動させるのと同じくらい大切です。すべて人間がお膳立てしてしまう生活ではなくてですね、犬に少しでも自分で考える、時間を増やしてあげてみてください。2025年もあと残りわずかとなりました。この2025年はドゥイが全くいない、1年でしたけれども、ブレアと一緒に、なんとかここまで、コックアップマムチャンネルも、続けてくることができました。いつもご覧くださる皆様、本当にありがとうございました。細々とですけれども、やっていきますので、2026年もよろしくお願いいたします。2026年の次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。